28歳差そんな関係いらない。うわー、いい子のなり方を変えたらいいんじゃないですか。ここを狙うんだったら、ここかここに行く。彼氏はいらない。好きな人はいらない。一旦はインスタ繋がっとくとかでいいんじゃないですか。やっぱ笑顔、笑顔、笑顔。絶対そんなことは絶対ないです。まず皆さんからの相談にお答えする前に、先に私の話をしますね。ちょっと質問があったんですけど、先輩と別れたこと、ママは何てアドバイスしてくれましたか？ママも尊敬しているので聞きたいですとか、復縁しましたかとか、先輩は最近どうしてますか気になりますっていう質問、先輩に関する質問が少しあったのでお答えしますと、まず先輩と別れたこと、ママは何てアドバイスしたかなんですけど、アドバイスっていうか、すごい、わかるって言われました。気持ちわかるって言われました。去年高2の時に、今の通信制高校に編入するって決めていて、で、大学も行こうって思ってたんで、それ高3っていう大事な時期を目の前に、先輩と遠距離になっちゃったんですけど、そのことばっかり考えて自分がすごい怖くなっちゃって、自分が自分じゃなくなっちゃうみたいな。で、その自分の本来やるべきことにそこまで集中できなくなっちゃいそうなんだったら一回やめなきゃいけないんじゃないかと思ってお別れしたんですけど、母もわかるってその優先順位があるじゃないですか。人生においてっていうとちょっと大げさなんですけど、それが一番が恋愛とかそういうことになるのがすごい嫌で、母も恋愛とかは5位以下ぐらいでいいじゃないかっていう考えなので、私が自分のこと集中したくてって言ったら、それで全然いいと思うし、縁があるんだったらまたどっかで会えるのかもしれないし、こんなに深く考えるなんて言われました。別に二度と会えなくなっちゃうわけじゃないから、今は自分のことに集中するってことが一番だよねってで肯定してくれたんですけど、復縁しましたか？もちろんしてないです。先輩はもうすぐ日本に帰国します。約1年間の留学を終えて、帰国するんですけど、復縁するとか全然そんなんではない。もちろんないです。先輩は最近どうしてますか気になります。先輩は今まだ留学していて、もうすぐ帰ってきます。で、帰ってきたら、部活が一緒だったんで、部活メンバーとまた集まって先輩のお帰り会みたいなのをしよう。みたいな話はしてます。なんで、未練これ未練なんですかねわかんないですけど。また会えるのはすごい嬉しいし、会ってかっこいいと思ってどうしよう。みたいな思いますけど。でも、私も進路が決まったわけじゃないんで、気が抜けないっていう感じですね。で、それ以外、私は全然そういうみんなみたいな楽しい恋愛の話とか、全く全然ないので、今日は皆さんの話を聞いて盛り上がると思います。よろしくお願いします。高校生ちゃんは復縁したいと思ったことありますか？何回もあります。復縁したいっていうか、一緒にいられたらどんなに良かったかなとは思います。でも、なかなか人生っていうものは自分の思い通りにならないので、しょうがないなとも思います。彼氏に振られてしまいました。彼はもうすでに新しい女の子、しかもタイプからアプローチを受けていて、私がいなくても大丈夫になったそうです。ほぼ毎日電話してたので、もう寂しくて仕方ない。あるあるらしいですね。私は経験がないんですけど、自分と別れた後にすぐ違う人と付き合い始めるみたいな、切り替え早いな、みたいな。男の人の方がそういう意味ですごい寂しがり屋なんですかね。振られてしまいましたってことだったんで、向こうに気持ちがないってことはこっちがどうにかできることじゃないので、寂しい時だと思うんですけど、乗り越えるしかないですよね。お別れした後に、寂しいとか絶対あるじゃないですか。それはいつも一緒に行ったりとか、連絡取ってた人と一緒にいれないとか、連絡取れないってなったら寂しいのはもう絶対なんですけど、だからといって、
また会おうとするとかっていうのは絶対違うかな。よりを戻したいっていうのは絶対違うかなっていうのは、私も別れた時に思って、また相手の人に会いたいっていう思う、その原動力がそういう寂しいとか、辛いとか、そういうネガティブなものだったら絶対会わない方がいいと思います。なんで、そっか、質問にはまだ続きがあって元彼を、忘れる方法と自分磨きの方法を教えてほしいです。忘れる方法、やっぱ時間しかないんじゃないですかね。時間とか、あと、新たに自分の人生、過ごしてる中でだんだん薄れていくものなんじゃないですかね。自分磨きは、私は今やってるのはダイエット。まだ全然痩せれてないんですけど、一応頑張ってやってます。すごい楽しいので、そうやって日々コツコツと何かをするみたいなのが自分の自信にもつながるので、ダイエットでもいいし、お肌育てたり、髪の毛育てたりとか、勉強したいことがあったらそれやったりとか、そういうので全然いいと思います。日々コツコツやるみたいなのがすごいいいと思います。気になる人に映画誘われて行った次の週にその人が違うことをいい感じで辛い。私は何だったのってもやもや。友達として好きと恋愛として好きが分からなくなってきた。映画に誘われて行った次の週に違うこといい感じ。どういうこと？でも、しょうがないのね。付き合ってなかったら、あっちもこっちもみたいな、なかなか一人に絞るっていうのも男の子というか、難しい人は難しいのかな。でも変だね。いろんな人がよく見えちゃうのかな。私は何だったのともやもや。でももやもやしたりとか引っかかるんだったらもう一旦放置っていうか忘れた方がいいのかな。LINE で会話する仲いい先輩後輩の関係以上になれないです。高校生ちゃんだったらどうしますか？これは大チャンスですね。まず LINE をしてる時点で大チャンスなんですよ。だからもうある程度向こうも自分に対してちょっとは興味を抱いてくれてる段階だと思うんで、進むには進むようなパスを出してあげるのがいいと思います。なんで今度二人で遊びたいって思ってるんだったら遊びたいって思ってることを伝えて誘ってもらうみたいな。自分から誘うんじゃなくて遊びたい、誘われたいみたいなのを匂わすじゃないけど。それやってみて誘ってこないんだったらちょっと一旦引こうかみたいな感じかな。そう。次に進むような何かパスを出すがいいと思います。これお母さんにも言われたんですけど、最後の行動は必ず男の人にさせた方がいいみたいな。誘うのは自分じゃなくて男の人に誘わせるみたいな。誘ってもらう。行動させて、それに対して、嬉しいみたいな感じで言うといいらしい。だから女の子がやるべきことは、誘ってほしいっていうのを分からせるがいいと思います。ずっと好きだった人に思いを伝えて一緒に遊びに行き、付き合いたくないわけではないし、あなたがいい人だと分かったけど、相手も私も受験生だし学校行事とかでも忙しい、閉じるは、付き合えないと言われました。でもまだ好きなんです。これちょっとさっきの自分の話に通じるものがあるかもしれない。好きっていう感じあるけど、でも今そういう時じゃないみたいなことなのかな。素直にそう伝えてくれたってことかな。そしたら、相手がそうやって言ってるんだったら、分かってるっていうしかもうないのかな。受験生。そうだね。勉強に集中したいんだろうね。それはでも尊重してあげるべきなのかな。尊重しながら邪魔せず、でも離れず、ちょっと距離を保った状態で、毎日連絡するとかじゃなくて、たまに連絡する。勉強どんな感じみたいな。私はこんな感じだよ。みたいな。返信に困んないような程度のコミュニケーションを細々と続けて、んで、この相手の人が受験終わって、自分の中で一段落した時に、また会いたいと思ったら誘ってくれるんじゃないですかね。相手のことを尊重しましょうって思います。体調悪くても心配してくれない彼氏どう思いますか？それは嫌。心配してくれない。心配してるんじゃないのかな？見せないだけで。そんな人いないか。心配してくれない？ちょっと冷めちゃうかも、そんな態度だったら。どう思いますか？嫌ですね。好きな人になかなか話しかけられません。同じと分かってるのに。これ系の質問がめっちゃ多かったです。気になる人とか好きな人いるんだけど、話しかけれないとか、なんて LINE したらいいか分かんないとかがめっちゃ多くって、これは絶対一つ言えることは、行動しない限り、何にも変わらないし、相手が自分を好きこっちが相手のこと好きってことは相手は一生わかるきっかけがないわけだから、
気づくきっかけがないわけだから、語彙力気づかないわけだから、そしたらもう相手からしたら好きじゃないのと同じことじゃないですか。そんなの絶対嫌じゃないですか。なので、なんか絶対行動を起こさなきゃいけないんですよ。で、多分、こうやって、どうしたらいいですかって聞いてる方々は、心のどっかでは何かしなきゃいけないって分かってると思うんですけど、それができない理由の一つとして、断られたらどうしようっていうのが、拒絶されたらどうしようっていうのがあると思うんですけど、でも、それは怖がってもしょうがなくって乗り越えなきゃいけないと思うんですよ。なんか恋愛だけじゃなくて人間関係っていつもその繰り返しだと思うんですけど、だから自分はこうだけど相手もそこに気持ちが一致してくるとは絶対限らない。それは一性だけじゃなくて友達とか家族とか誰にでも言えること。だからコミュニケーションとかその人間関係築く上で避けて通れないとこじゃないですか。なんで、もし今気になってる人とか好きな人に話しかけてみて、自分が思った答えじゃなかったとしても、それはなんか練習になったと思って、あとそのなんか、断られることもあるんだじゃないけど、なんか傷ついちゃうとは思うんですけど、そういう経験を重ねることにより、なんかまた次に別のいい人とか現れた時に、また行動しやすくなると思うんですよ。なんで、その行動することを練習するっていう意味でも、一歩踏み出して、話しかけるとか、DM してみるとか、LINE してみるっていうことをするべきかなって思います。あと、話しかける内容としては、なんか、でも自分から話しかけてる時点で、好意があることはまあまあバレてるわけだから、そこはもう割り切っちゃって、なんか普通に世間話するとか、相手の負担にならない程度に、ちょっとずつコミュニケーション取るしかないのかな。でもそれも、どういう風に取ったらいいのかとかも、ほんと練習するっていう感じで、別に一回だけじゃないじゃないですか、人好きになる機会って。なので、今後もこういう機会があった時に自分は行動できるんだっていう、経験を積んどくと、これからも恋愛とか人間関係スムーズに進められるようになると思うので、もうここは頑張ってください。頑張って行動してみてください。話しかけてください。好きな人と通話の時、他の女の名前を呼ばれました。脈ありですか？えこれ、脈ありですね。はい。49歳独身です。よろしくお願いします。外に出ても出会いのタイミングがありません。私なんかがアドバイスしちゃいけない。出会いのタイミング。でもそうですよね。出会いって絶対タイミングだから、なんか行動し続けてれば必要なタイミングで自分に必要な人が引き寄せられてくるってお母さんいつも言ってます。現在19歳です。彼氏と年の差がものすごくあるのですが、28歳差？将来どういう選択をするか最近よく考えます。正直まだ結婚を見据えてお付き合いする年ではないと思うので、ゆっくり考えていこうと思ってるんですが、友達に早く別れた方がいいと今の付き合いを猛反対され、しまいには恋に恋してるだけとまで言われました。でも、彼の人間性に本当に惹かれています。このくらいの年齢差でもう愛し合うこと変じゃないですよね。28歳差？相談してくださった方が好きで付き合ってるんだったら別に、周りの人が言うことじゃ、もし周りの人が心配しているような何かが起こったとして、それは起こった時に付き合ってる本人が考えればいいだけのことだから、別にこの質問されてる方が付き合っていたいんだったら付き合っていればいいんじゃないでしょうか。これは友達の許可を得て話すんですけど、他にも結構その年の差があるみたいな相談があって、実は私の仲のいい友達のうちの一人、もう18歳。同じ高校3年生なんですけど、彼氏が9歳上 ?27 とか社会人で、そうなんですよ。で、なんか親とかにはすごい反対されるじゃないけどめっちゃ心配されて、なんかあんまよく思われてないみたいな。確かに19歳と20代後半って結構な差があるんですけど、でも私は話を聞く限り、その彼氏はすごい、その友達のことをすごい大事にしてくれてて、一応高校生だから、その高校生なりの扱いを悪い意味じゃなくていい意味でしてくれるみたいな節度を持って付き合ってるっていうか、だから別にいいんじゃないかなって思うんですけどね。他の人がなんて言おうか自分が良ければいいんじゃないかなって。あんまりにも人に迷惑かけるとかじゃない限りいいんじゃないですかね。相手の自分への気持ちが冷めてるなと感じたらどうしますか？
自分はまだ相手を好きな場合。もう無理だよね。もうそしたら私は聞いちゃうかもしれない。なんか最近、お前好きじゃなくなったのみたいな。そうなら、別れたいっていうかもしれない。だって、気持ちが冷めてたら大事にしてもらえなそうだし、なんか、そんな関係いらないって思っちゃう。自分からはっきりさせるかも。同性の部活の先輩好きになっちゃったかもどうしたらいいですか？こういう、同性の人が好きっていう質問もかなりたくさんあってどう思いますかみたいな。今はでもそういう時代っていうか、当たり前だから別に異性だけが恋愛対象っていうのが普通っていう時代じゃないので、全然そんな当事者でもない私とか第三者とか他人がその二人の恋愛に対してああだこうだ言うこと自体おかしいと思うんですけどね。どうしたらいいですか？気持ちを伝えたらいいんじゃないですかね。やっぱり気持ちを伝えて相手からなんて言われるかわかんないですけど、その言われた返事があるかないかだけで自分が次どうしたらいいかみたいなのがすごい決めやすいじゃないですか。なんで、ずっともやもやするよりは、なんか、アクションを起こすといいと思います。友達から聞いたんだけど、好きな人が自分のこと気になってくれてるって。おめでとうございます。どうアピールしたらいい？自分も気があるってことを分からせるしかないですね、これは。今度一緒に遊びたいな、みたいなことを言うといいと思いますよ。親友の好きな人好きになってしまったかも。うわぁ。でもやっぱり、モテる人ってみんなからモテるから、しょうがないですよね。別に誰のもんでもないし、自分好きになっちゃったかもの段階だったら自分だったらもうそれ以上絶対好きにならないようにする努力をすると思います。でもあまりにも気持ちが加速して好きになってしまったら、どうすんだろう。それでも、なかったことに頑張ってすると思います。やっぱり、親友が大事かな。優しくされたらすぐ好きになっちゃう。全然いいと思いますよ。これもすごくて、好きな人ができませんとか、彼氏がもうずっといませんとか、すごい多かったです。人を本気で好きになれないですとか。これめっちゃ多くて、私昔よく、小学生、中学生の頃に家で一人で過ごしてる時に、家に本がたくさんあって、母が昔買った本だと思うんですけど、心理学とか、なんか自己啓発とか、ちょっとスピった感じの本とかいっぱいあって、それを読むのがすごい好きで、めちゃめちゃ本読んでたんですけど、なんか心理学の本かなんかで読んだんですけど、人には潜在意識と顕在意識っていう二つの意識があって、潜在意識はなんか自分でも気づいてない。なんか心だか頭の奥底にある超本音の部分で、顕在意識は自分が意識してる意識。だから彼氏が欲しいとか、なんかお金が欲しいとか、将来こうなりたいみたいな。そういうのも潜在意識って言って、だけどその潜在意識下では、本当は彼氏いらないとか、別にお金いらないとか思ってる。でも自分でもなんかその自覚がないらしくって、で、現実はその潜在意識じゃなくて潜在意識が反映されて作られるらしい。なので、もし、潜在意識では彼氏が欲しいなとか、好きな人ができないなとか、恋愛に興味があるなって思ってたとしても、いつまでも彼氏ができないとか好きな人も現れないんだったら、自分は本当は恋愛なんか全然する必要がないって思ってるってことらしいですよ。なんで、自分が気づかないところで自分の本音は彼氏はいらない。好きな人はいらないっていうことらしいです。だから、いらないってことはなんか自分の好きなことをやりたい。他に集中するべきことがすでにあるとか、なんかそういうことだと思うんですよ。なんで全然、深く悩むことじゃないと思うし、あとは、なんかいつでも人っていうのは必要なタイミングで必要なものが与えられるようになってるんですって。なんで、本当に必要になった時に好きな人も彼氏も現れるみたいな、なんか、らしいですよ。なんで、何が言いたいかというと、もう、流れとかに身を任せましょうということです。彼氏に言いたいことがあってもいつもいい子ちゃんぶって言いません。どうしたらいいでしょうか？これはね、私だったら絶対にはっきり言うかな。でね、お母さんにちょっと聞いてみたんですけど、男の人は言いたいことがあってもいい子ぶって言えないよりは、はっきり言ってくれる方が男の人にとってはいい子なんですって。だから、女の子が思ってるいい子と男の人が思ってるいい子はちょっと違うってことですよね。
だから何でもはっきり言って、嫌なもんは嫌だとか、これは嬉しいとか、ここ行きたいとか、あそこ行きたいとか、堂々と言うことが男の人にとってはいい子らしい。で、なんかその言われたことに対して答えることが、なんか幸せっていうか、らしいから、いい子のなり方を変えたらいいんじゃないでしょうか。今は推しですが、塾の大学生講師にガチ恋してしまいました。こうせいちゃんならプッシュしますか？めっちゃあるあるですよね。私も今の通信の前の高校の時に、体育の先生で、20代前半ぐらいの先生、男の先生が結構イケメンで、その人めっちゃモテてたんですよ、女子から。私たちぐらいの年齢ってやっぱ、自分と近い年齢の男の子よりもちょっとなんか年上の男の人に魅力を感じがちじゃないですか。なんかすごいあるあるだと思うんですけど、塾の大学生講師だったら、インスタとか交換して繋がっておけば、高校卒業してからとか、合法的に合法的にって遊んでも別に悪いことじゃないから、一旦はインスタ繋がっとくとかでいいんじゃないですかね。これが学校の先生とかってね、ちょっと難しいですけど。異性にモテる仕草。私が知りたいんですけど、異性にモテる仕草。よく言うのが上目遣いとかって言いますよね。上目遣いと、裾を引っ張る。ここだ。ねえねえ、みたいな。どっちもやったこともないし、自分がやれるとも思わないんですけど、モテるらしい。あとやっぱ笑顔です。話すときに笑顔になるようにはすごい気をつけてますね。なんか目をこうなんかにっこり、いつもニコニコしながら話すみたいな。やっぱ笑顔じゃないですか。好きな人と友達には毎回なれるけど、意識してもらい方がわかんない。相手に自分が女性であることを知らしめるしかないですね。女の子なんだって。私たちもなんか男の子のことを、男の子なんだって思うとちょっとドキッとするじゃないですか。例えば、なんかすごい運動神経がいいとか。なんか腕の血管とかブンってなってるのを見ると、すごい、うわ、かっこいいって思っちゃうんですけど、なんかそういう異性を感じるような部分を見せたらいいんじゃないですかね。女の子だったら、いい匂いがするといいってよく言いますよね。元彼以上の人に出会える気がしません。元彼以上の人に出会うには、これも昔読んだ本で知ったんですけど、人っていうのは、自分と近い人としか交わることがないらしいんですよ、人生が。なんか例えば、こういう風に段階が、1、2、3、4、レベルって表現しますね。1、2、3、4レベルまであってですよ。例えばの話ですよ。自分が、じゃあレベルとか言うとちょっといやらしいですけど、ね、女の人。レベル1の女の人。レベル2の女の人。1の界隈は1の界隈同士で恋愛すると。そう。だからもし、例えばですよ。別に1位がいいとか4がいいとかじゃなくて、例えばの話なんですけど、自分が今、じゃあ、ここ、レベル2にいたとして、この人と付き合いたいみたいな思ったら、自分もここ、もしくはここ、なぜならこの人はここか、ここが恋愛対象なんですよ。だから、ここかここの人になるしかないんです。自分はここだけど、ここを狙いますじゃ結構難しいっていうのを本で読んだんですよ。ここはここ同士でしか、人生が交わらないと。だからここを狙いたいんだって自分もここに行くと。ここを狙うんだったらここかここに行くみたいなことらしいです。なんで元彼がどこに属してるかわかんないですけど、例えばここに属してて、相談された方はここで、ここよりも上狙いたいってなったらここに行くと。自分が、それが一番早いらしいです。高校を彼氏と一緒にするか悩んでいます。偏差値は彼の方が上です。でもいいですよね。その彼氏と一緒にしたいから、彼氏と同じ偏差値目指して勉強するっていうモチベになるならいいと思うんですけど、無理しちゃうんだったら別に一緒じゃなくても全然いいと思います。好きな人ができて付き合った瞬間些細なことで蛙化しちゃったりするようになって、彼氏のこと本当に好きじゃなかったのかっていつも思っちゃいます。これって本当に好きじゃなかったってことですか？周りの子は、もう好きじゃないのやばみたいに
言われちゃって、本当にそうなのかなって思ってしまい、これから好きな人ができた時、もし付き合えたとしても、また嫌いになっちゃったりするのかなって心配です。蛙化といったらなんか少し、何年か前にYouTuber の人が某会計で財布出されると蛙化起きるって言って、なんか大炎上したありましたよね。で、あれ母とちょっと話したんですけど、母があれわかるって言うんですよ。なんかでもわかるって言ってて、で、なんか、でもその蛙化する人に対して、なんか否定的な意見の代表として、それは本当に最初から本気で好きじゃないとかって言われがちなんですけど、多分そういう単純な話じゃないかどうやら、みたいに、母と一緒に分析したことがあって、なんかさっきも言ったけど、その潜在意識、潜在意識の話とちょっと似てるかもしれないですけど、もっと深い部分で拒絶してるんじゃないかなって、男性のことも。女性はだって女性って一度に一人の人の子供しか妊娠できないじゃないですか。でも男性は何人も同時にいろんな女の人に対して自分の子供をこうできるみたいな。だから女性の方が慎重になって当たり前だし、その辺のなんかアンテナなんかこれは違うみたいなアンテナがめっちゃ敏感でもそれ普通じゃないみたいな。だからその些細な仕草でダメ、ちょっとなんか違うって思ってとか、そのなんか理屈じゃないんだけどなんかアンテナがどうしても働いちゃうみたいなってほんと女の人の本能だからもうどうしようもないよねって。だから潜在意識ではこの人いいな好きだと思ってるなって思ってんだけど潜在意識の中では全然好きじゃないってことなのかな。で、それをなんか些細な一瞬の些細なワンシーンからなんか自分のアンテナがビビって反応してこの人じゃないってなるのかな。財布の話と違うか。なんかでも財布の話は本当は多分おごりたくないじゃないですか、男の人も。でもなんかそのおごった先のことを期待しておごってるっていうのがやっぱ透けて見えちゃって、それに対してなんか嫌悪感がどうしても出ちゃうんじゃないかってことで母とは話しましたけど、なかなかこれ根深い問題ですよね。問題っていうか、蛙化しないこともあるのかな。でもやっぱりそうだよね。なんかちゃんとその人のこういう部分が好きとか明確にここがなんか尊敬できるとかっていうのがあると、多少のことで蛙化しちゃったとかってなって離れることはないのかな。わからんね。ごめんなさい。女たらしな人を好きになってしまいました。これも、お母さんに聞いてみたんですけど、女たらしの人って別に女たらしだけど、一人の人だけを好きになれないわけじゃないっていうか、多分本気で好きな人ができたことがないのと、本気で好きになる場合にちょっとことが起きてしまうみたいなことだと思うんです。なんで、本気にさせたらいいんですよ。女たらしを本気にさせたらいいんですよ。未練ある元彼にアピールして、ごめんって言われるのに、断られたってことですかね。なのに、最近あっちのアピールが激しいです。私の受験で別れたので、今年彼の方が受験なので待っててほしいのか、相手の気持ちがわかりません。なんだろう、やっぱ自分のところから離れていく女の子は惜しくなっちゃうのかな。それが好きなのかなんかよくわかんないけど。なんでしょうね。自分から離れて、なんか付き合うのは嫌だけど、離れていってほしくないみたいな都合がいい考えなのかな。そんなの嫌だから、無視しましょう。ふざけるなと言って無視しましょう。スキピと親友が隠れて付き合ってる説が浮上してます。どうしたらいいですか？自分だったらまだ親友に付き合ってるのって聞いて、付き合ってるって言われたら潔く身を引きますね。でも自分のスキピが親友のこと好きって言うんだったら自分の出番はもうないってことだからしょうがないですね。SNS で素敵な恋愛とか見ると理想が高く自己肯定感下がったり周りを美女で判断しちゃいそう。でもSNS の恋愛はあれはややちょっとエンタメ入ってるからこれが本当って思わない方がいいと思います。そう、お母さんも言ってたんですけど、なんか女子の理想とかが高くなりがちなのって、私たちがその幼少期からその10代のうちとかに恋愛ドラマとかアニメとか漫画とかめっちゃ見るじゃないですか。で、あそこに出てくる男の人がなんか
男の人だって思っちゃいません？だからそれで、なんか幻想みたいなのが出来上がっちゃって、でも現実は違うみたいな。だからあれ良くないと思う。エンタメですから、あんなのは。すごい二股されて失礼しました。もう恋愛するのが怖いです。二股。いや、質問された方が怖がるんじゃなくて、二股した人が怖がった方がいいですよ。大丈夫。その人だけじゃないんで、男の人は絶対、どっかに大事にしてくれる人がいるはずです。私の彼氏の顔がタイプじゃないです。でも、性格は気遣いもできてすごいいい人なんです。またお母さんの話じゃん。お母さんもお父さんの顔全くタイプじゃなかったけど、たくさん何年も付き合って結婚したって言ったんで、そういう恋愛もありだと思います。気になる人が学校にいるけど、塾の先生がかっこいいと思ってしまいます。自分がちょろすぎて、でも全然、そんないいと思いますよ。かっこいい人なんてそこら辺にいるし、かっこいい人見たらかっこいいって思うのは普通だから、思うぐらいだったら全然何人かっこいいと思うが全然いいと思いますよ。相手から自分に好意を伝えられると気持ち悪くなってしまいます。恋愛向いてないんでしょうか？さっきのカエル化の話とちょっと近いのかな？これなぁ。そんなに好意を向けられたことがないからわからないんですけど、気持ち悪くなってしまうのは、でも、女性の本能的に男性を警戒するみたいなのは普通のことだから、しょうがないのか。何回か遊んでみたりとかして、それでも気持ち悪いっていうか、受け入れられないって言うんだったらもうやめとけばいいし、ちょっとずつなんかいいところとか見たりとかして、いいなと思うこともあるだろうし、なんか、すぐに結論出さなくても、少しずつ関係を縮めていって、その中で感じるままに動いていけばいいと思います。一回告白して振られたんですけど、また LINE してもいいと思いますか？もう個人的には絶対にやめといた方がいいと思います。好きな人で毎日頭いっぱい集中したいことも集中できない。どうしたらいいですか？これはめっちゃわかる。本当にわかる。すごい嫌ですよね、こうなった時。私は先輩とお別れしちゃったけど。これ本当どうしたらいいんだろう。集中したいことって何でしょうね。なんか受験とかあるんだったら本当に期間が限られてるから、気の済むまで好きな人のこと考えてて、また後でやろうっていうわけにもいかないし、本当難しいよね。これ。どうしたらいいんだろう。どうしたらいいですか、皆さん。私は身長が170あるので恋愛対象に入ってないんじゃないかと思ってしまう。絶対ない。絶対そんなことは絶対ないです。170あるって本当に羨ましいんだけど、絶対そんなことないので、絶対そんな風に思わないでください。魅力でしかないので。友達から抜け出して意識してもらうにはどうしたらいいですか？皆さんヘルプ！これはやっぱり自分は女の子なんだっていう風に異性として意識してもらうしかないですね。だからいい匂いでしょ？ちょっとなんか近づくとかね。ちょっとなんかわざと近づいて、いい匂いがふわっとしたりとかしたら、もうそれだけでいいんじゃないですかね。その自分のだから女の部分を見せるといいと思いますけど。男子ってどんな服装、系統の女の子好きなんですかね。あとどんな体型。だからワンピースのナミみたいなボーンとかが好きなんでしょうね、きっと。服は似合ってれば何でもいいんじゃないですかね。癖が強すぎなければいいんじゃないですかね。でもあと、だいたいその男の子がしてる系統のファッションと近い系統だと好まれやすいって思います。痛い。付き合いたてで同じクラスの彼氏なのですが、二人で遊びに行くと普通に優しいのに、クラスで会うと、どこかそっけなくて気まずそうです。対応に困るのですが、JK ちゃんならどうしますか？やっぱ、なんか人目とかあるから恥ずかしいだけだと思うんで、そっとしといてあげます。学校であんまり話したくなさそうだったら、私もあんまり話さないように気を使うと思います。やっぱ恥ずかしいんじゃないですかね。彼氏が暇つぶしに行ってアプリで女の子と話して、顔写真とか送ってもらってるのって許せません。好きな人と両思いなのですが、なぜか緊張して告白できません。応援してください。頑張れー！彼氏からの返信が遅い。10時間くらい空くと凹むんですが、高校生ちゃんならどうしますか？忙しかったのかなとか、例えば朝8時のやつが6時夕方に帰ってくるってこと？でもまだあり得ることなんじゃないですかね。自分もそれぐらい返信が遅い時があるタイプだから、人のことが言えないっていうか、
なんか忙しいのかなとか。あと、なんかちゃんと返事を考えようと思ったらすぐ返せないっていうこともあるし、遅いことが必ずしも、なんか雑かって言われるとそうでもないから、まあ考えすぎない方がいいんじゃないですかね。帰ってこればいいんじゃないですか。はい。ということで皆さんからの質問にお答えしてみました。何の役にも立ってなかったらすみません。また皆さんでガールズトークしましょう。バイバーイ。